どうも、ワンピースの謎解く仮面 YouTuber、ゆうでなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、年の瀬なので、ロジャーとエースの受け継がれる意志です。なぜ年の瀬だと、ロジャーとエースなのか。ゴールディ・ロジャーの誕生日は12月31日、そしてエースの誕生日は1月1日。年の終わりのゴールと年の始まりのエース。年が変わる。それは時代の夜明けです。その意志はロジャーからエース、そしてルフィに受け継がれています。さらに、その3人と繋がってくるのが、シャンクス、ヤマト、オデンです。それらは、1000話に全てヒントが提示されています。また、受け継がれる意志には4つの意味がありそうです。どういうことでしょうか？一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方や、ジャンプ最新話を読んでいない人は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。まず考えたいのは通常の受け継がれる意志です。これは先日発売されたワンピースマガジンボリューム13で小田先生がインタビューで答えたエースのエピソードから考えましょう。小田先生は1000話でヤマトがエースにビブルカードを渡した時のセリフは159話でエースがルフィにビブルカードを渡した時のセリフと重ねたかったと言います。159話タイトル来いよの話数の語呂合わせは言い継ぐでしょう。5は5つのいつです。この2つのシーンでエースとルフィ、そしてエースとヤマトのつながりを確認できますが、実はさらにこの1000話のエースとヤマトのシーンは読み終えた今だからこそわかりますが、552話のエースとシャンクスのシーンにつながります。それはシャンクスとヤマトもつながるのです。552話はエースがシャンクスにわざわざ挨拶をしに会いに行ったシーン。ここで挨拶をしに来たエースは自分はルフィの兄貴だとシャンクスに告げていますが、そのすぐ後のコマでシャンクスは突然宴だーと喜んでいます。この2コマのシーンを読み解くなら、おそらくエースはシャンクスにルフィの兄であると告げた後、エースは自分の名前を告げたのでしょう。589話でエースはマキノにいつかシャンクスに会う日のために挨拶の仕方を教えてもらっていました。俺はルフィの兄貴だからよ。いつかその弟が世話になったっていう赤髪の船長に挨拶に行くのが筋ってもんだろ。そしてエースは590話で自分の名前を名乗る練習をしていました。つまり赤髪シャンクスに挨拶に行ったエースは確実に自分の名前を名乗ったことがわかります。シャンクスの前でエースがエースと名乗ること、これがどういう意味かわかるでしょうか？今年の夏に発売されたビブルカードによれば、ゴールディ・ロジャーの愛刀の名前はエース。愛刀エース。これにシャンクスはピンときたでしょう。描かれてはいないシャンクスとエースの出会いを妄想するなら、俺はエースってんだ。エース。もしかしてお前の父はゴールディ・ロジャー。あ？ろくでもねえ父親の名前は捨てたよ。宴だーと、こんな感じではないでしょうか。頂上戦争でエースは戦国に父親の存在を聞かれた時、白ひげだと答えていましたが、シャンクスに会いに行った時のエースはまだ白ひげに出会っていませんから、このように答えるはずです。エースがロジャーの息子だと気づいた時、シャンクスはヤマトのように涙したかもしれません。ヤマトはルフィとロジャーが同じ言葉、同じ夢の果てを語っていると知ったとき、涙していました。ロジャーとルフィが同じ言葉、同じ夢の果てを語っていると知っている人物はおそらく、シャンクスとレイリー、そしてヤマトだけです。エースは死に際に、ルフィの夢の果てを見たいと言っていました。それは同時に、父親ロジャーの夢の果てを見たいと言っていることと同じです。よくコメント欄で、ルフィの父親はドラゴンではなくロジャーなのではないか、と聞かれますが、それはほぼありえないでしょう。エースのこのつながりが無意味なものになってしまいますし、何よりインペルダウンでイワンコフがルフィとドラゴンを重ねてその決闘に気づいたことも意味不明になります。そんなエースは157話で初登場しました。157話の話数の語呂合わせは非業な死を遂げるエース登場です。ここで非業な死を語呂合わせしてみましょう。非業な死の語呂合わせは非業な死1574です。しかし、メラメラの実のエースの火は消えてしまったので、1574から1、火を消しましょう。すると、574は、オートガス D エース、シス。エースは確かに574話で非業な死を遂げましたが、マルコはルフィの命こそが生けるエースの意志だと言っていました。ロジャーはラフテルを見つけるのは俺の息子だと言っていましたが、そのロジャーの息子エースは亡くなり、そしてエースからルフィに意志は受け継がれていると考えます。俺が消えても俺の夢は叶う。このヒルルクのセリフが登場したのは145話受け継がれる意志。ヒルルクの夢は心の病を治すこと。この夢は意志チョッパーへと受け継がれていますが、このヒルルクは以前も考えたようにロジャーのヒントキャラです。
ヒルルクの話はほぼロジャーを表していると考えます。ヒルルクはドクロの海賊旗は信念の象徴だと言っていましたが、ロジャーとはドクロの海賊旗ジョリー・ロジャーそのものです。ロジャーのセリフ俺は死なねえぜ相棒とは、ヒルルクのセリフ人はいつ死ぬと思う、心臓をピストルで撃ち抜かれた時違う、不治の病に侵された時違う、人に忘れられた時さ、俺が消えても俺の夢は叶う。これは光月おでんも同じことを言っています。忘れてくれて構わねえ、俺の魂は生きていく。この20年後、赤鞘たちは光月おでんの魂を背負ってカイドウに仇討ちを行います。これが受け継がれる意志です。そんな光月おでんとエースにもつながりがあります。光月おでんの公開日誌未来の予言書には、20年後新世代の海賊たちがワノ国に押し寄せてくる。俺がもし死んだらカイドウを討てるのはそいつらだと。光月おでんになりたいヤマトはその筆頭がエースだと考えていましたが、実際にワノ国に来たのはエースの弟ロジャーと同じ夢の果てを語るルフィでした。そんなロジャーは自分の息子エースをルフィの祖父ガープに託したつながりもあります。そしてエースは白ひげ2番隊隊長でしたが、エースの前の2番隊隊長は光月おでんでした。こうした受け継がれる意志を分かりやすく表現されているのは、例えば帽子です。ヒルルクはチョッパーに帽子をプレゼントしていますが、このシーンはシャンクスがルフィに麦わら帽子を託したシーンと重なり、さらにそのシャンクスの麦わら帽子はもともとロジャーのものですから、受け継がれる意志が成立しています。つまりルフィは巧妙に張られた数奇な運命、奇跡的なつながりによってごく自然にロジャーの意志を受け継いでいると考えられます。ロジャーが死んだのは始まりと終わりの街ローグタウンの死刑台。ここでロジャーは大海賊時代の夜明けを生み出しましたが、ルフィはその死刑台へ登って伝説を始めました。ちなみにナミはこのローグタウンで服をワンピースに着替えていますが、このワンピースは買いませんでした。つまりワンピースは自分で手に入れるということでしょうか。とにかく死刑台で終わったロジャーと死刑台で始まったルフィの伝説、ここでもロジャーとルフィの受け継がれる意志が表現されており、ローグタウンで登場したスモーカーが石を積んでいたことにも意志とかかっているでしょう。さらにローグタウン100話伝説は始まったでは、ルフィの父親革命軍ドラゴンも登場しており、ドラゴンは息子ルフィの船出を陰ながら支援していました。ドラゴンは24年前のローグタウンでロジャーの死刑を直接見ており、ドラゴンもまたロジャーから何かを受け継いでいるのでしょう。それはもしかすると以前も考えたように風の悪魔の実の能力を受け継いだ可能性もあります。さらにドラゴンはロジャーの息子エースの意志とメラメラの実を受け継いでいるサボを助けて共に行動をしています。話を再び24年前のローグタウンに戻すと、レイリー曰く死刑台でロジャーは残り数秒わずかに灯った命の火を奴は世界に燃え広がる豪華に変えたと言っていました。この命の火は先ほどのマルコのセリフとかかっており、そして1000話でルフィが放ったのは豪華拳銃と書いてレッドロック。このようにルフィは様々な人物を通して1000話で今は亡きロジャーとエースおでんの意志が受け継がれていることを表現されていますが、ワンピースにおける受け継がれる意志とは4つの意味があると考えられます。残りの3つも考えましょう。1つ目はここまで考えてきた受け継がれる意志です。2つ目はポーネグリフを表す受け継がれる意志です。800年前、おそらく世界政府に抗い敗れた人々は砕けぬ石にテキストを残して現代までそれは受け継がれており、ポーネグリフとはまさに受け継がれる意志です。その意志を世界政府は隠蔽していますから、世界政府の思想は受け継がない意志でしょう。続いて3つ目の意味は受け継がれる意志です。これは先ほど考えたヒルルクの精神とドクター・クレハの技術が意志チョッパーへと受け継がれていますが、さらにコラソンことロシナンテの意志を受け継いだ意志、トラファルガー・ローもまた受け継がれる意志でしょう。この受け継がれる意志と真逆の表裏一体となるのが受け継がない意志です。受け継がない意志とは以前も考えたようにイム様イコールイム様のことです。五老星ら天竜人の永遠のフローを実現する意志、それがイム様イコールイム様だと考えました。不老の存在とは誰にも何も受け継がない、つまり富、名声、力を独占して支配している存在だと考えられます。この受け継がない意志のヒントとなるのが魚人島です。魚人島625話受け継がない意志では、魚人島にナンパした天竜人ドンキーホーテミョスガルド星がたどり着き、そこでミョスガルド星は意志を呼べと要求していましたが、人間に恨みを持つ
魚人たちはそれを拒んでいます。それはある意味で受け継がない意志です。しかしそういった恨みの歴史を受け継がなかったのが乙姫であり、この時の乙姫の行動は後にミュスガルド星を改心させ、結果的に聖地マリージョアで乙姫の愛する娘白星をミュスガルド星は救ってくれました。そして4つ目の受け継がれる意志の意味は、受け継がれる因子です。つまり血統因子。これは主に後半の海から表現されています。後半の海のスタート、魚人島では人間のルフィに対して禁止されていた輸血を魚人であるジンベエが行い、受け継がれる因子、血が表現されたと考えます。一方でルフィと真逆の表裏一体だと何度も考えたサンジは大量の鼻血を魚人島で出していましたが、サンジはルフィと違って魚人から輸血してもらえませんでした。つまり後半の海のスタート、魚人島でルフィは受け継がれる因子、サンジは受け継がない因子を表現していたと考えます。これはワノ国編にも繋がっていきます。1028話から1035話のサンジはジェルマの血統因子を受け継いで外骨格が発現しましたが、ジェルマ兄弟のように心は失いませんでした。これはつまり受け継がない因子でしょう。一方、真逆のルフィは鬼ヶ島1000話において光月家の無念、心を受け継いでいます。さらに受け継がれる因子について考えると、ファンカーザードに登場したドラゴン13号はおそらくカイドウとキングの血統因子からベガパンクが作ったかもしれません。ツイッターバンビさんの気づきによれば、茶ひげ曰くドラゴン13号はどんな環境にも適応できると言います。これはクイーンが語ったルナーリア族キングの特徴と同じです。この他にも鬼ヶ島では大人になった桃之助の姿を見た忍が号泣していましたから、桃之助の姿はおそらく光月おでんにそっくりでしょう。これも受け継がれる因子です。受け継がれる意志、受け継がない意志、受け継がれる意志、受け継がない意志、受け継がれる意志、受け継がない意志、受け継がれる因子、受け継がない因子。これら8つのテーマを頭に入れて読むと、ワンピースをより深く楽しめるかもしれません。もちろんこんなことを深く考えなくても楽しめるのがワンピースのすごいところですが、それでは最後に、もしもルフィが麦わら帽子を誰かに受け継ぐなら、それは誰でしょうか。それはおそらく牧野の子でしょう。この赤ん坊は普通に考えればシャンクスの子です。牧野はシャンクスの帰りを待っていると考えます。なぜならこの扉絵の牧野の後ろの男の T シャツには待つと書かれています。何度も言っているように、待つとは待つ。牧野はシャンクスの帰りを待っている。しかしこれはおかしいことになってしまいました。僕は先ほどルフィが麦わら帽子を受け継ぐのはこのシャンクスの子だと考えましたが、ルフィとシャンクスの約束は、立派な海賊になったらルフィからシャンクスに麦わら帽子を返しに行くという約束でした。つまり麦わら帽子をシャンクス以外に受け継ぐと考えること自体がおかしいです。約束通りならルフィはシャンクスにちゃんと麦わら帽子を返すでしょう。なぜ僕はルフィが麦わら帽子をシャンクスの子に受け継ぐかもしれないと考えてしまったのでしょうか。それはおそらくこちらの動画でも考えたように、シャンクスは黒ひげに殺される、そんな可能性を考えてしまっているようです。シャンクスとの約束を果たせなかったルフィがシャンクスの子に麦わら帽子を返す、受け継ぐ、そんな可能性もあるのでしょうか。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。